どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、新型 MacBook Air について、前回から引き続きということで、デザインとかね、この発売時期、価格とかね、これ今後どうなっていくのかっていうところをですね、また新しい情報を入れつつ、お話ししたいかなと思います。近ではね、3月に Apple のこの発表会あったんですけども、いくつかね、例えば M2MacBook Pro っていうね、新しい MacBook Pro の、噂が、結構あったりとかしたんですけども、実際にはね、これ登場しませんでした。で、実際にね、何が出たのかっていうと、新しいデスクトップの Mac が出たんですけども、Mac Studio っていうものですね。これが新しいラインナップとして入ってきたっていう、ところではあるんですけども、それと一緒に純正のね、Apple 純正のディスプレイですね。この画面であるスタジオディスプレイですね。僕自身も今、こちらにあって、今使ってるんですけども、気になる方はね、レビュー動画あるので、ちょっとご覧いただければと思うんですが、結構ね、前回の動画とかもね、非常に好評だったんですけども、これ非常にやっぱ期待するのがね、MacBook Air ですよ、やっぱり。新型なんですけども、前回のね、レンダリング画像ですね、こんな感じになるんじゃないかっていうね、画像、あったんですけども、今回はさらにちょっとリアルなやつがあったので、せっかくなんでね、これを皆さんにシェアしたいかなというところで、そこをね、今回見ていきたいと思います。特にデザインのところですね。なので、この新型 MacBook Air の予想されるデザインだったりとか、価格、あと発売時期とかですね。非常にこの気になるお値段のところもね、今やっぱ円安っていうのもあるので、しっかりとね、ちょっとお話ししたいかなと思います。なんでこれからMacBook ですよね。特にじゃあ MacBook Air とか Pro とか、どうしようかなっていう方の参考になると思いますので、ぜひちょっとね、最後までご覧いただければと思います。僕自身はですね、ガジェットのブログとかをですね、4年ぐらい運営したりとか、今 YouTube をね、もうそろそろ200本ぐらいかな。そうそう2年ぐらいになるんですけども、動画上げてますので、今回紹介する動画以外も、特に Apple 製品についてレビューとか、他のガジェットとかも含めてですね、今後の Apple 製品についてとかも、お話ししてますので、できる限りね、本当分かりやすく発信してますので、ぜひね、気になる方はね、チャンネル登録、特に横のこの通知ベルですね、押していただければと思います。はい、ありがとうございます。ではね、ボタンを押してくれましたかね。いきたいと思います。早速。ちょっと簡単にね、現在のMacBook のラインナップをお話ししようと思うんですけども、今簡単に3つありまして、M1 の MacBook Air、これ13インチと M1 の MacBook Pro の13インチと MacBook Pro の14、16インチですね。なんで大きく分けると3つのラインナップになっておりますと。で、14インチとかは今も僕はですね、今現在のこのメインマシンとして今使ってるんですけど、気になる方はね、こちらもレビュー動画あるので、ちょっとご覧いただければと思いますけども、で、MacBook Air については、今回主役なんで、2020年ですね、これ M1 チップっていうものが搭載されて新しく出ましたと。これ登場しまして、わかりやすく言うと、本当に価格はそのままなんだけども、性能とかはですね、30万円とかに近い、当時のインテル版の一番高性能であった16インチのね、MacBook Pro よりも性能、ほぼ同じような性能ですね。よりも、ちょっといいぐらいの性能で、しかもバッテリー持ちがめちゃめちゃいいっていう風なね、本当iPad みたいなMac がこれね、登場したんですけども、で、僕も実際に1年以上使ったんですけども、これめちゃめちゃ良かったです。なんで非常に万人にお勧めできるね、パソコンだなと思います。ただ、デザインに関してなんですけども、この M1 のモデルっていうのは、以前のそのインテル版のまま、そのデザインをそのまま使ってるっていうね、中身だけその M1 チップっていうね、いわゆる Apple シリコンというものに変わっただけなんですけども、いわゆるその中身の、CPU っていうところですね、人間でいうその脳みそに当たるところなので、非常に司令塔ですよね。なんで、もともとつまりインテルのそのチップ、CPU 用に作られたデザインになってますんで、いわゆるその Apple シリコン、M1 チップとかに最適化されたデザインじゃないんですよね。つまり何が言いたいかというと、次はじゃあその Apple シリコン M1 チップとかに例えばその最適化されたねデザインになるんじゃないかと。なんで現代風になってガラリとね変わってくれるんじゃないかっていうところですよ。そこで期待されるわけなんですけども、じゃあ実際にどんなデザインになるのかっていうところですね、見ていきたいと思います。性能とかもね、僕も非常に気になりますんで。で、一応今回情報元はですね、ゾーンオブテックっていうね、海外の YouTuber の方なんですけども、僕も普段ね、結構こういう海外の YouTube を見てるんですけど、いろんなところで、やっぱり次の MacBook Air っていうのはカラフルなね、こうラインナップ、いろんな色のバージョンがね、出るんじゃないかっていうふうに言われてまして、例えば今だとゴールドと、シルバーとスペースグレー、この3色しかないんですけど、これが変わりますと。特に2021年、去年にですね iMac が新しく出たんですけども、これ24インチのモデルが
結構カラーが7色展開になったので、それと同じような形になるんじゃないかと言われておりますと。で、理由としては以前の動画でもね、これしっかり話したんですけども、かなり明確にローエンドとハイエンド、いわゆるその一般消費者向けの製品と、例えばプロ向け、さっきみたいにプロの14インチとか16インチですね。そこら辺の製品をしっかり明確に分けてきてるっていうのがありまして、これが僕が作った表なんですけども、要するに昔のアップルがね、結構やってたことをね、今やってて、レトロ回帰みたいなことをやってるんですよね。なんで一般消費者モデル向けの、例えばiMac の24インチとか、今回話題にしてるMacBook Air とかも非常にポップなデザインになって、また戻ってくるんじゃないかってね、昔の Mac みたいな感じになって。ただその一方でプロ向けのラインですね、MacBook Pro とか、今回言ったスタジオね、Mac Studio とかもそうなんですけども、結構ほとんどシルバーとかスペースグレーだけっていうね、非常になんか高級な感じ、色線で差別化してるっていうね、感じになってますと。というか実際にそうなると思います。またですね、今まで製品をいくつか当ててきた、ジョン・プロスターさんっていうね、方がいるんですけども、もうおそらく多分なんか Apple に内通者がいるのか、わかんないですけども、カラフルなラインナップのレンダリング画像っていうのをね、いくつか出してますと。これは一応過去の動画とかでも話してはいるんですけども、こちらもぜひね、気になる方はご覧いただければと思います。で、今回紹介するのはこのゾーン・オブ・テックさんっていうね、方のね、レンダリング画像なんですけども、これが結構めっちゃリアルだったんで、僕驚いたんですよね。マジでこんな感じになるんじゃないかと思います。で、基本的にはやっぱりさっき言ったジョン・プロッサーさんとかの、カラフルなコンセプトを引き継ぐ形なんですけども、これ出た画像では、パープルモデルだと思うんですけども、これどうですか？結構めちゃめちゃかっこよくないですか？最初見た時めちゃめちゃリアルだなと思いましたね。本当これに近いような形にはなると思います。本当なんか iMac の24インチをちっちゃくしたみたいなね。感じですね。基本的にはね、やっぱりMacBook Pro の14インチの形、このデザインを引き継いでくるとは思うので、例えばその本体のですね、角を丸くする、ラウンドエッジとか言うんですけども、なったりするんじゃないかなと思います。Apple 製品はね、Mac にこれ限らずなんですけども、似たデザインをね、もうどんどん引き継いでいくっていうね、サイクルというか、はい。実際、MacBook に関してもですね、13インチの、例えば Air と Pro のデザインってめちゃめちゃ似てるじゃないですか。パッと見一緒なんですよね。はい。でももちろんこれ Apple もこれを意識して作ってると。いうところだと思います。ということは新型 MacBook Air においてもですね、現在新しく出たこの Pro の14とか16インチのデザインをそのままね、引き継いでくるっていうことがね、自然だろうなというところですね。インスピレーションを受けるってことは間違いないと思います。で、一応このコンセプト画像ではですね、本体の厚さはだいたい1センチぐらい、1センチちょっとっていうところで、はい。ちょっと厚めにはしてるみたいなんですけど、結構でもこれぐらいがリアルなのかなっていう感じはしますけどね、プロの厚さとか見てると。だいたい MacBook Pro 14インチの厚さが1.5センチぐらいで割と厚めではあるので、1センチぐらい。やっぱり HDMI ポートっていうのが結構やっぱ大きいので、その分結構厚さとかね、排熱とかの関係もあると思うんですけども、それに合わせてね、ちょっと厚いんですよね、MacBook Pro って。だいたい1センチぐらいにすると、なんかその端子というかね、USB-C とか、この MagSafe っていうのがね、ちょうどね、この角の丸いデザインに収まるっていうところで、こんな感じにしたみたいなんですけど、今の Air の本体と比較すると、一番薄いこの先の部分っていうのが厚くはなるんですけども、要するにフラット。ずっと平らなデザインになるので、一番厚みがある部分っていうのは今の Air よりもやっぱ薄くなるっていうね、全体的にフラットな感じですね。はい。やっぱ先が細くなるね、デザインっていうのはいいんですけど、プロの形になるなら、やっぱりフラットな Air になるんじゃないかなと。画面についてなんですけども、画面のサイズに関しては、13.3 インチっていう感じで、今と特に変わらないと思いますと。はい。やっぱプロと差別化って意味では、13インチと14インチ。で16インチっていう感じで、いい感じに差別化がねできるんで、並び的にはちょうどいいのかなと。なんで画面サイズというよりは、どちらかというとやっぱ軽さ、軽量化を求めたようなエアなんで、求めたモデルになると思います。でまたこのプロからですね採用されたノッチですね、この画面上のこの切り抜きみたいな、iPhone みたいなデザインなんですけども、それをやっぱエアもね採用すると思います。プロと違うのは白いベゼルですね。この画面周りのいわゆる縁、これベゼルっていうんですけど、それが白色を採用するっていうところで、正直この賛否両論みたいなところあるんですけども、なんでこのベゼルの幅っていうのもプロとか同様に結構すっきりした感じになるんじゃないかなと。でキーボード周りについてなんですけども、一番上のこのファンクションキーですね、なんか F1 とか F2 とか書いてあるやつ、これが、プロと同様にフルサイズですね、結構大きくなって打ちやすくなるんじゃないかなと。ただその分トラックパッドを、その分やっぱスペース取るので、トラックパッドのちょっと高さっていうのがちょっと小さくなるんじゃないかなと思いますけど、
ど、まあ実際比べてみるとちょっとね、やっぱ小さくなる感じはあるかもしれないですけど、そこまで動作に、まあ使うとき、もちろんその影響がない範囲になってくると思いますけど、キーボードのね、これ配色なんですけども、MacBook Pro に関しては結構まあ全体的にね、これ真っ黒いね、まあデザインになってるんですけども、まあおそらくこれをね、模してというか、まあこんな感じになるんだろうってことで、ジョン・プロッサーさんとかは、キーボードを全部周りを真っ白にして、ね、レンダリング画像だと背景も全部白色にこうマッチさせたようなね、感じになってるんですけど、これはこれで全然いいと思うんですけど、はい、ただ今回のこのゾーンオブテックのものだと、まあ、薄いカラーでねちょっと後ろ薄くして配色されてるんですけども、これはどうやら iMac のそのキーの配色、キーボードの配色をまあ参考にしたらしくて、まあ、特にその画面の下のねちょっと薄いところ、なんていうかチンとかいうのかな、下ですね、下側はちょっと薄い配色になってるんですよね。 iMac はで裏側はちょっと濃い色を使ってたりして、こっちが個人的にはなんかいい感じはするんですけども、全部やっぱなんかね白色だとめっちゃ眩しいというかねキーンって感じなんですよね。あとなんか汚れとかも結構目立ちそうだなっていうのもあって、あとまあスピーカーに関してもやっぱ横幅がね結構やっぱ少なくなっちゃうと思うんで、まあ十分なスペースがないっていうことで上側にこう配置今回しましたというところですね。でこれはなんか以前のその12インチのね MacBook ってあったんですけども、まあそれを結構真似してこういった構造にしましたっていうところですね。まあ12インチって結構やっぱコンパクトでめちゃめちゃ軽くてねすごいいいモデルだったんで、まあそこに近いコンセプトにはなるのかなと思いますね。まあなんで名前もねもしかしたらその MacBook みたいなものになるとかも言われてたりもします。で気になるねカラーバリエーションなんですけども、まあカラフルになるとはいえ、じゃあどんな感じになるのかってね、これめちゃめちゃ気になりますよね。はい。でこれもちょうど出てたんですけど、基本的にやっぱ iMac のカラーをまあ参考にして7色展開ですね。作ったみたいなんですけども、パープル、ブルー、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、あとまあシルバー、まあ、ホワイトかもしれないですけども、はい、モデルということでこんなにやっぱ出るのかなっていう感じもしますけども、はい、ただ iMac7 色あるんでありえそうかなっていうところですね。こんだけ出てくれたら最高ですけどね、はい、まあ、正直何色にするかめっちゃ迷うと思いますけど、まあシルバーとかはね結構ちょっとオフホワイトな感じとか iMac とかね結構いいので、すごいクリーンな感じで最高かなっていう。まあ淡いね、さっきみたいなパープルとかもいいと思うんですけども、グリーンもいいし、はい。でそして磁石でくっつけて充電するですねマグセーフ、昔の Mac ついてたやつですけども、それもやっぱ付属してくると。でもしかしたらまあ本体のカラーに合わせたようなね配色になるかもしれないんですけども、まあ僕自身はね結構まあスタジオディスプレイにねつないで使ってるので、これ一緒に充電もねされるんで、まあ、最近あんまマグセーフ使ってないんですけど、まああったら便利かなっていうところではありますね。まあ、磁石でくっつけるだけなんで、ただそのマグセーフで充電すれば USB 端子がですね、まあ要するに多分エアーの場合だと右と左に1個ずつつくんで、まあ、端子が開くんですよね両方。まあ右側に例えばじゃあモニターつないで、左側はまあ例えば USB-C ハブとかね、なんか外部のストレージ挿したりとか、まあそういったこともできると思うんで、あれば便利かなっていうね。はい、まあもちろんその USB-C での充電もできるんで、まあ例えばそのアンカーのハブとかねつなぐといろいろ端子増やしたりもしますし、結構おすすめかなっていうところで、あとまあベルキンのねハブとかもあったりするんで、まあよかったらちょっと概要欄ね良さげなやつ貼っときます。はい。あとまあ性能について M2 チップのね、まあおそらく搭載にはなると思いますね。まあ M1 の噂もまああったりはするんですけど、基本的には M1 がまあベースにはなると思うんで、まあそんな大きな違いっていうのはね、性能的には現れないかなと思います。まあ一応 CPU のコア数が8か8コアまたは9コア、まあおそらく選べるっていう形で、まあ GPU が10コアになるんじゃないかなと言われておりますね。今のまあ多分8コアから10コア、まあちょっと増える。で M1 のまあ基本的にはその GPU の強化モデルっていう形ですかね。まあなんで画像とかまあ動画編集とか、まあそのグラフィック性能って言われるところがまあさらに良くなるかなと。まあただゲームとかちょっとねやっぱ厳しいと思うんですけど、あとまあ M1 で制限されていたその外部ディスプレイの出力、これが2台とかになるんじゃないかなと思います。今M1 のモデルは1台しかねディスプレイで例えば出せないので、2つとかできないんですよね、挿してもまあ一応以前僕がレビューしたそのベルキンさんのドックのやつとかを使えばまあできるんですけども、まあ普通にやっぱ挿して、ね、できる方がいいと思うんで、まあそれもね使いやすくなるんじゃないかなと思います。あとは最後はねこの気になる価格と発売時期なんですけども、まあ価格についてはね正直ね安くはないと思いますね。まあ今言われてるのは大体やっぱ$1500前後ぐらい、1400から$1500ぐらいって言われてるので、まあ日本円で大体どうですかね、16から18万円ぐらいの、まあ、税込みそこら辺の価格にはなるんじゃないかなと思います。で特に今残念なことでですね、現在円安っていうのがね、進んでますので、皆さんご存知の通り1ドル大体今128円とかね130円近いね、ほんと20年ぶりぐらいのね円安らしいですねこれ。まあ、円の価値がいわゆる下がってるってことなので、
特に海外製品、アメリカ製のものですよね。特にドルなんで。これ日本円で買うと結構高くなっちゃうっていうね、感じです。はい。1ドル交換するのに、100円なのか130円かっていうところになると結構やっぱ変わってくるんで、そう考えると 10% ぐらいはね、値上げしないとは、なんかビジネスとして多分成り立たないっていうね、ところは出てくると思うんで、なんで iPhone 14とかもですね、少なくともやっぱ 10% ぐらいは値上げしちゃうのかなっていうね、思いますね。ただ理想形で言うとね、その M1 の例えばモデルと置き換わり、今の現在のモデルと置き換わりなら、999ドルで、12万円ぐらいがね、本当は理想形なんですけども、これはなかなか難しいかなっていうね、感じで、安くとも1100ドルぐらいとかがね、理想な、現実的かなっていうところで、そう考えても14、5万ぐらいはね、するのかなと思うんで、もしちょっと今気になる方は、ちょっと貯金しといた方がいいのかなと思いますけど、で、発売時期に関してなんですけども、おそらく今年の2022年、後半にはなるだろうと思います。で、大量生産が今なんかね、ミンチーコーさんという方によりますと、大体2022年の第3四半期、大量生産始まるっていうね、大体6月から9月の間なんですよ。ってなると、10月ぐらいがやっぱね、発表されるのが非常に現実的かなと思います。で、一応次の発表会がですね、6月の WWDC っていうのがね、世界開発者会議っていうのがですね、6月6日とかにも正式に発表されてますので、おそらく、そこでですね、M2 チップの、その次世代のチップの発表があるんじゃないかなと思います。で、あとは、その M2 搭載のね、Mac mini だったりとか、Mac Pro ですね、一番最上位のモデルあたりが来るんじゃないかと。それと一緒に大体7K のね、ディスプレイですね。スタジオディスプレイのもうちょっと上位版に当たるものが、出るんじゃないかってね、結構言われてますので、6月は6月でね、楽しみかなと思いますね。やっぱ個人的にも非常にね、この MacBook Air ね、めちゃめちゃ楽しみなんですよね。どうですか皆さんはね、欲しいですか？こうデザインとかちょっと見てもらって。ぜひちょっと気軽に感想ですね、このぐらいに出るんじゃないかとかね、もしあればここは違うだろうとかね、何でもぜひねコメントいただければと思います。今回動画以外もですね、ガジェットのレビューだったりですね、今後 Apple 製品についてできる限りね、ほんと分かりやすく動画にしてますので、あとApple 製品をじゃあ安く買う方法とかもね、出したりとか今後も出していきますので、ぜひ損したくない方はね、セール情報とかも出してますんで、ぜひチャンネル登録の横の通知ベルね、これ押してもらうと見逃さないのでね、はい、ぜひお願いいたします。ということで今回も動画見てくれてありがとうございます。いつも助かってます、本当に。もしこの動画少しでもためになったと思ったらね、1ミリでもためになったよって方はね、なんだ今の声は、高評価とね、感想、ぜひね、コメントください。はい。お願いします。それでは次回の動画でお会いすることを楽しみにしております。良い一日お過ごしください。バイバイ。最近ね、まためちゃめちゃ暑くなってきましたけども、あとパーカーとかね、ちょっと作ってみたんで、もし気になる方はちょっとコメントしてください。やっぱ MacBook Air は本当にみんな気になりますよね。今回のこの画像のやつはもうマジでめっちゃリアルだなと思ったんで、動画にしました。僕はもう買う予定ではあるんで、レビューしたいと思うんでね、ぜひ気になる方はね、チャンネル登録してね、待っといてください。レビューあげます。M1 が良かったんでね、いやこれ軽かった最高だよな。性能ももうちょっと頑張りたい。頑張ってくれアップル。